今愛犬に食器台を使っているという皆さんは、もちろん愛犬がその方が食べやすいだろうと思って使っていることと思います。この動画では食器台を使うことのメリットとデメリット、アメリカ獣医学協会ジャーナルに記載されているそれに関する詳しいデータ、そしてそのデータをもとに、個体によってどのように判断していけばいいのかということについて、この3つの順番でお話ししていきます。食器台を使うことのメリットは、体重配分が前方肩にならないので、首に負担をかけずに四肢にバランスよく体重を乗せた状態で食べられる。食べやすい、飲み込みやすい。ですから首のヘルニアになったことがある犬、関節炎のある犬、体を支えにくくなってきたシニア犬、巨大食道症の犬、担当種の犬、こういったワンちゃんには、食器台を使うことが、適していると言えるかもしれません。では逆にデメリットは、そもそもデメリットがあるのかと思う方もいると思います。それは、食べながら空気を大量に飲み込んでしまうということです。人の鈍気症や空気嚥下症とほぼ同じで、お腹の張りから来る違和感や痛み、おならやゲップが増えるなどの症状が出ることが多いとされています。ですから、胃粘垫を発症するリスクの高い大型犬、胸部の深い犬、大型犬ではなくてもですね、胸が深い犬、例えばミニチュアダックスとかは、胃粘垫のリスクがあります。そして食べるのが早い犬、早食いだとさらに大量の空気を飲み込みやすいです。そして興奮しやすい、過剰に反応しやすい犬、例えば、パピーちゃんとか、社会化の遅れている保護犬などですね。食事中に何らかの理由で緊張してしまうと、丸飲み、早食いになりやすいです。こういう犬たちにはですね、食べやすいがゆえに、さらに早食いや丸飲みがスピードアップしてしまいます。私も、これを最初ですね、スタンダードプードルの、ママさんから聞いてちょっとびっくりしたんですけれども、これに関してはですね、もう全くの真逆説というのもあって、いろいろな情報が、インターネット上に飛び交っています。それで私も今回ちょっと詳しく調べてみようかなと思ったんです。ここからは、もう少し詳しいデータになります。アメリカ獣医学協会ジャーナルに掲載されたグリックマン博士の大型犬、超大型犬に特定した研究の結果です。食器台を使った場合、お腹の張る確率は 110%。食事台を使った場合、胃粘垫を発症する確率は大型犬で 20%、超大型犬で 52% となっています。さらに詳しく見ると、食べるのが早い犬の胃粘垫のリスクは 38% 増し、犬の年齢が1年上がるごとに胃粘垫のリスクは 20% 増し、親犬が胃粘垫を発症したことがある場合、その子犬のリスクは 63% となっています。このデータは大型犬、超大型犬対象ではありますけれども、胃粘垫とまではいかないにしても、食器台を使った場合のお腹の張りは 110% となっています。これは全ての犬にとって大きなヒントではないかなと思います。これらのデータを見てですね、私たちはどう判断したらいいのかっていうことについてここから考えてみたいと思います。例えばうちのブレアは、スタンダードプードルで、大型犬であり、そして胸も深いですので、胃粘垫のリスクの高い犬種です。しかも早食いなんですね。でもブレアは、前足の長さが違うということもありますし、腰痛を持っているということもあります。先月7歳になったところなんですけれども、そろそろ手根関節の炎症も気になるところです。皆さんだったらどうしますか？私は今のところ、普段は高さの調節できるスタンドを一番低い状態にして使っています。そして週に2、3回はボールか、リッグマットを直接床に置いて、食べてもらっています。なんとか腰や首、体の前方にあまり負担をかけないように、様子を見ながらお腹の張りや、胃粘垫のリスクにも気をつけているといった感じです。ちなみに食器台の高さについて、これも諸説あります。犬の頭の高さの 30%、肩の高さマイナス13センチから15センチ、肘の高さといった感じでいろいろな割り出し方があります。個人的には肘の高さっていうのが一番わかりやすいかなと思います。
で、食器代を使う使わないと、簡単に決めがたい場合っていうのは、他にもたくさんあるはずです。例えば、早食いのダックスで頸椎のヘルニアがある、シニアの超大型犬、人慣れしていない興奮しやすいシニアの保護犬、興奮しやすい早食いのチワワ、いかがでしょうか。白黒つけがたい、場合っていうのが結構あるはずです。食器代を使っているけれどもうやめようと思った方、使っていなかったけれどこれから使おうと思った方、またはですね、私のように使ったり使わなかったり組み合わせていこうと思った方、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ここまでご覧くださった皆様ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。